どうも皆さん、カイトです。日本がモチーフなサイバーパンク、ブラインドフェイト江戸の闇をご存知でしょうか？こちらは2022年9月15日に Nintendo Switch、PS4、Xbox、Steam でリリースされたゲームになります。早速ラストまでイージーでクリアしたんですけど、サイバーパンク好きは少しはハマるソウルライクでしたね。海外インディー作品では珍しく、吹き替えに日本語が実装されているところから 3D による綺麗な映像美、なんといっても日本が舞台プラスサイバーパンクの設定が結構面白かったです。今回はブラインドフェイト江戸の闇という作品をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まずブラインドフェイト江戸の闇ってなんやねんって方に簡単に説明すると、メカで溢れた新たな江戸時代が舞台。無情な将軍が日本を支配しており、その将軍に仕えているのが主人公の闇です。ひょんなことから戦死の状態になってしまい、メカのボディとして生まれ変わります。そして助けてもらった人工知能の指示に従いながら、江戸時代で起こっている神という敵との戦いにおける本当の意味、本当の真実を見つけ出すお話です。ジャンルとしてはソウルライクで、ハックスラ要素も多少なりとも体感できるかなと。ブラインドというタイトルがついている通りに、敵が見えない状態での戦闘スタイルで、1回でも切ると現れる感じです。これらは何度も倒すことでデータを分析でき、徐々に見えていきます。神を攻撃した際に一定のコンボを食らわした後の特殊エフェクト、弱点サージ切りからひるんだ時のボタン操作で即デスコマンドなど画面映えで行動できます。ステージの序盤は必ずブラックアウトしており、倒れている敵または倒した敵からデータ情報を得てマップが構築されます。サーチモードはレッド、グリーン、ブルーの3種類あり、主にブルーでの探索がベースになってきますね。ですっても最初からやり直し、アイテム全ロストというわけではなく、中間でロードが入ったところからのやり直しなので多少は楽です。攻撃はメインの切り、遠距離の弾丸の2パターンで弾丸ストック数があります。パリーはなくて、腕による受け止めからダッシュによる回避だけです。回復スプレーはステージをクリアするまで常時3がマックスなんで、使いどころが重要ですね。弾薬も1回補充できます。また拠点の道場では敵を倒して得得したポイントによるスキルツリー解放からチュートリアルトレーニング、グレードアップアイテムを所持している状態での人工知能に話しかけての永続バフ、犬を撫でたりできます。ステージには必ずボスがいるんで、フロアボスを倒しての進行はいつも通りです。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームのおすすめのポイントになるんですけど、日本が舞台なサイバーパンクなストーリー、冒頭でお話しした通りに日本の江戸時代をモチーフにしてて、武士である闇が色々と神のいるサイバーパンクに巻き込まれていく様子が面白いです。日本語吹き替えがあるという時点でプレイしやすいのもあるんですけど、ストーリーはとても分かりやすかったですね。たまに字幕と全然合ってないのは気になりましたが、紙芝居のようなアニメーションからも想像つきやすいのと、ステージも日本感がひしひしと伝わるの分かりやすかったかなと。あとはなんとなく間違った日本感も逆にいい味出してました。なんかこの看板良くない？特殊エフェクトが最高にかっこいい。キャラクターから敵のメカフォルム、ステージマップは好きな方はドハマりな描写の数々なんですけど、特殊エフェクト最高やんけってなります。敵への大ダメージを与えるためにするんですけど、いちいちかっこいいので初見で見た時はめちゃくちゃテンション上がりました。指定ボタン押し込みでの操作で非常に簡単なのもあって、それぞれコマンドがあるのも楽しかったですね。確実に倒すには間違いなくエフェクトは実行した方がいいんで、プレイ中は頻繁に使ってましたね。次に気になるポイントが2つほどあるんですけど、攻撃のテンポがとにかく遅い、そして硬い。 PV でのスタイリッシュさとは裏腹に幾分テンポが悪いのが気になりました。ソウルライク特有の爽快感は、キルツリーをマックス近い状態まで開けないと全く味わえないんで、終盤まではすこぶるきついのも印象的。通常の連続切りも切った後の空白の時間からの特殊エフェクトというテンポ感が少し待たされますね。見た目が強そうな敵は必ず特殊エフェクトを使用しないと硬すぎて全然削れないんで、使った方が絶対にいいです。また一度でも被弾すると3割から7割ほど体力が持ってかれるのも、硬すぎる敵との相性も良すぎで難易度を大幅に上げていました。2、空中のこいつが非常にやべえ。そしてラスボス手前のボスがさらにやべえ。中盤以降に地上の敵とセットに出てくる空中のメカがいるんですけど、こいつが非常にやべえです。ある一定のリズムで光線を出す予備動作してくるんですけど、最初に叩かないと間違いなく体力をかなり削られます。光線を出す前に猶予が何秒かあるんですけど、いざ切りに行こうと思った時の闇の空中操作がすごいもっさりしてるんですよ。マジで狙い定まらないし届かねえ。追い打ちをかけるように複数体出た時
時はコントローラー投げそうでした。ラスボス手前のロックマン X2 のシグマ最終形態っぽいボスはとにかく硬すぎてどれだけ倒すのに時間かかるねんと叫びましたね。落下攻撃、雑魚召喚、落下攻撃、雑魚召喚の繰り返しだけなんですけど、パターンを読み切っても相当時間かかりました。というよりデスりまくった方が多いんですけど、最終落下攻撃で結構削れたのが分かった時は歓喜しました。もうこのボスと二度と戦いたくない。最後にまとめになるんですけど、難易度イージーでも難しかったですが、サイバーパンクな見た目とゲームの雰囲気で気になった方はぜひプレイしてほしいのがブラインドフェイト江戸の闇。最初は特殊エフェクトの操作とサーチモードの意味不明さ、理解してからの癖のあるジャンプに慣れてからが面白い。よければ皆さんも鬼の仮面をかぶった闇を操作して江戸時代を謳歌してみませんか。きっとキリンのボスとの戦闘の時に苦労すること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。中古 C でも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。